歴史上、これほど衝撃的な人物はいなかったかもしれません。1963年11月22日、アメリカ、テキサス州ダラス、一発の銃声が世界の歴史を変えました。第35代アメリカ大統領、ジョン・ F ・ケネディ暗殺。この事件は60年以上が経った今も謎に包まれています。公式にはリー・ハーベイ・オズワルド単独犯行とされています。しかし本当にそうなのでしょうか。今回はケネディ暗殺の真犯人として名前が挙がってきた説を衝撃度の低い順にご紹介します。第5位から第1位へと向かうにつれ、あなたはだんだん背筋が寒くなるかもしれません。驚くことに、ケネディ暗殺の最初の容疑者はアメリカ国内の犯罪組織でした。当時の司法長官はケネディの弟、ロバート・ケネディでした。彼は就任直後から組織犯罪の摘発に力を入れていました。マフィアは政権に強い恨みを抱えていたとも言われています。さらに興味深い事実があります。オズワルドを射殺したジャック・ルビー本人が組織犯罪と深いつながりを持つ人物でした。口封じのために動いたのではないかという説も根強く残っています。アメリカ下院の特別委員会は1979年に何らかの合議が存在した可能性が高いと結論付けました。政府自身が陰謀の可能性を認めたということです。実はケネディは亡命キューバ人から深く恨まれていたという事実があります。1961年、アメリカが支援したキューバへの侵攻作戦、いわゆるピッグスワン事件は大失敗に終わりました。亡命者たちは故郷に戻る夢を打ち砕かれました。その怒りの矛先はケネディ大統領に向かったとも言われています。CIA とこのグループの間に秘密のつながりがあったという証言も複数存在します。政府の公文書が60年以上にわたって非公開とされてきたことも疑惑を深めました。2023年になってもなお一部の文書は完全開示されていません。なぜ今も隠すのかという問いへの答えはまだ出ていません。驚くことにケネディは CIA を粉砕するという言葉を使ったことがあるとも伝えられています。ピッグスワン事件の失敗後、ケネディは CIA 長官を解任しました。組織内部に深い対立が生まれたとも言われています。大統領が自国の諜報機関と敵対関係にあったのです。オズワルドはかつてソ連に渡り、帰国後も不審な動きを続けていました。CIA との接点を示す記録が後に発見されたという報告もあります。ただし決定的な証拠は未だに存在しません。これはあくまで有力な説の一つです。しかし長年にわたって情報が隠蔽されてきた事実は、多くの研究者の疑念を呼び続けています。実は、オズワルドはかつて、ソ連に亡命する、と宣言した人物でした。彼は1959年にソ連へ渡りました。約3年間ミンスクに滞在し、ソ連人女性と結婚しました。その後なぜかアメリカに戻ることを許可されています。冷戦の真っ只中、ソ連と深く関わった人物が大統領を暗殺した。もしこれが事実なら、第三次世界大戦の引き金になりかねません。だからこそ当時の政府はこの可能性を封印したかったのではないか、という説もあります。当時の大統領継承者リンドン・ジョンソンは調査委員会の設置を急ぎました。単独犯行という結論に着地させたことを疑問視する声は今も多くあります。これが最も深く、最も恐ろしい説です。ケネディはベトナムへの本格的な軍事介入に反対していたとも言われています。軍、兵器産業、石油利権が絡む巨大な権力構造と真っ向から対立していた可能性があります。暗殺の翌年、アメリカはベトナム戦争に本格参戦しました。驚くことに、ケネディの後継者リンドン・ジョンソンはその戦争拡大を決断した人物です。オズワルドを射殺したジャック・ルビーはわずか2年後に獄中で死亡しています。証言できる人物が次々と消えていきました。政府が公開を拒否し続けた機密文書の総数は数百件以上に上ります。2023年にバイデン政権が一部を公開しましたが、核心部分は依然として非公開です。民主主義の国が自国大統領の死の真相を隠し続けている。これが最も恐ろしい事実かもしれません。ケネディ暗殺から60年以上が経ちました。しかし真実は未だに霧の中にあります。マフィア、亡命者、CIA、ソ連、そして政府内部、これだけ多くの説が生まれ、今も消えない理由があります。情報が隠されているからです。アメリカ政府は今も一部の文書の公開を拒否しています。その理由として、国家安全保障上の問題がある、と説明されています。しかし60年以上も前の事件に、今も国家安全保障上の秘密があるとしたら、それ自体が何かの答えではないでしょうか。真実はどこかに必ず存在します。
ただ、私たちはまだそこへたどり着いていない。歴史の扉はまだ完全には開いていません。今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。